さて、本日はお酒について解説をしていきます。なんか最近は、タバコだけでなくお酒も飲まない方がいいみたいな風潮が結構出てきましたけど、あれって実際どうなんですか？お酒に関する研究とかを見ると、割と酒好きの人には厳しい状況だと言えるわね。あら、もしかして割とマジでお酒はやめた方がいい感じですか？まあ飲む必要がないなら飲まなくてもいいとは思うけどね。へ、そうなんですね。まあね。では、早速解説の方を始めたいと思います。まず、お酒について最初にご紹介するのは、お酒を飲むと太るのかという問題についてです。2004年に行われた実験では、酒はダイエットに悪影響を与えるのかということを調べるために、お酒を飲んだグループとグレープフルーツジュースを飲んだグループを比べてみたところ、特にアルコールを飲んでも、減量の妨げにはならなかったという結果になりました。また、2003年に16,587人を対象にした大規模な調査が行われ、1日に約 15g のアルコールを摂取している中年男性を9年間も追跡調査したところ、アルコールの摂取と体重の増減には関係がありませんでした。その理由として、アルコールのカロリーは非常に燃費が悪くできていることと、酒には体の代謝を上げて脂肪を燃やす効果があるからだと考えられています。また、同じような結論が出た論文はいくつか存在しているので、適度なアルコールで肥満になるわけではないと考えてもいいかもしれません。とは言ったものの、酒は飲み放題という結論にはなりませんのでご注意ください。なぜなら、ある程度の飲酒量を超えると、やはりアルコールは太る原因になるのではというデータがいくつか存在しており、代表的な2003年の調査で、6,832人の中年男性を5年間追跡調査したところ、1日のアルコール量が 30g を超えてしまうと、BMI と体重が急激に増えていく傾向があったそうです。30g のアルコール量とは、ビールならロング缶 1.5 本、チューハイなら 350ml の缶 1.5 本、焼酎ならロック 1.5 杯、日本酒なら 1.5 合、ウイスキージンならシングル3杯、ワインならグラス 2.5 杯くらいの量を指します。お酒が飲めない人からしたら、30g のアルコールでも十分ですね。それにしても、適量のお酒なら、そこまでカロリーを気にしなくてもいいのは意外です。よく、お酒は百薬の長と言われるけど、さすがに、そこまでのメリットはないのよね。例えば、ビクトリア大学が出した論文では、適度に酒を飲んでも健康にはならないという結論になっています。この論文は、アルコールと健康に関する87件のデータを分析した系統的レビューで、科学的な信頼度はかなり高い論文ですが、どうやらお酒に関する従来の研究データの統計に間違いがあったようです。その統計のミスを正すと、酒の健康効果が消えてしまうらしいです。それについて研究者は、アルコールによる健康効果は、研究のデザインと特性によって明らかにねじ曲げられていた。とコメントしています。お酒を飲む人の方が、お酒を飲まない人よりも健康的である、という結論を出した研究の多くは、お酒を飲まない人の中に、過去にお酒を飲みすぎたせいで体調を崩したり、病気にかかって禁酒をしている人も含めているため、当然ながら、体を壊して酒をやめた人たちは、適度に酒が飲める人よりも健康状態が悪く、寿命も短くなりやすいので、統計上は、酒を飲む人の方が長生きしているように見えてしまうのです。へえ、そうだったんですね。でも、お酒は適量とよく言われますが、正直な話で、大変な仕事を終えた後のビールとか、美味しすぎて、ついつい飲みすぎたりしませんか？確かに仕事終わりの酒はうまいかもしれませんね。ちょうどそれについて、面白い研究があるから紹介するわ。ケント大学の実験で、アルコールと幸福度の関係を調べるために、2つの調査が行われました。まずは、1970年に生まれた29,145人を対象に、全員が30歳、34歳、42歳になった時点で、その時の飲酒頻度と人生の満足度をチェックしました。その上で、病気や収入といった変数を調整したところ、酒を飲む回数と人生の幸福度には、基本的に関連性がないどころか、酒で不幸になってしまう人が一定数いたという結果になりました。そして、もう一つの実験は、3万1000名に
iPhone アプリを使ってもらい、酒を飲んでる間の幸福レベルを記録してもらいました。そのデータは、2010年から2013年にかけて、およそ200件の記録が集められました。その結果、1番目の調査と同じく、酒は一瞬だけ喜びをあげるが、人生の幸福度は改善してくれないし、なんなら少し不幸になるかもという結論になりました。どうやら酒を飲むとエンドルフィンという脳内麻薬の一種が出て脳が気持ちよくなるけど、アルコールによる健康ダメージで人生の満足度が下がる可能性も高いらしいです。これについて研究者は、間違いなく酒は楽しい。一時的には確実に幸福感をもたらしてくれる。しかし、それ以上のものではない。驚くことではないが、長期的に酒を飲みすぎれば、人生の総合的な満足度は下がってしまう。とコメントしています。刹那的な楽しみでしかないってのは、なかなか切ない話ですね。いや次に紹介する研究の方が、もっと悲しくなるわよ。次に紹介するのは、オックスフォード大学が行ったもので、少量の酒でも脳が縮むかもという結論を出しています。これは、1985年からイギリスで行われているホワイトホール2という健康調査から550人分のデータを分析して、週にどれだけ酒を飲んでるかを30年間もチェックした上で、脳のサイズや認知機能がどのように変化したか比べました。調査対象となった人をお酒の飲む量に合わせて、節制グループ、敬遠グループ、適度グループ、危険グループの4種類に分け、認知テストと脳スキャンを行い、その結果を比べたところ、簡潔に言えば、少量でもお酒の飲む量が増えるたびに脳が縮む確率は高まることが分かりました。そして、1週間に飲むお酒の量が30ユニット、だいたいビールのロング缶12本を超えると、会話が縮む確率が5倍になり、記憶力も衰える可能性が高まりました。また、適度にお酒を飲むグループでも、男性は会話が縮む確率は3倍に上がり、女性はそこまで影響を受けないという結果になりました。なので、男性ならビールのロング缶を週に5本から6本ぐらい飲んでも問題はないですが、それでも全く酒を飲まない男性と比べれば、全体的に脳がダメージを受ける確率は高くなるようです。そうなんですね。でも、いくらお酒は、できる限り飲まない方が良いとは言っても、人間関係の問題でそうも言ってられない人がいるんじゃないでしょうか。そういう人は、アルコールによる肝臓へのダメージが自然と大きくなりそうです。ぶっちゃけ、お酒による肝臓へのダメージを防ぐ手っ取り早い手段は、運動をすることです。なぜ運動をするのかといえば、通常、我々がお酒を飲むと、体内に取り込まれたアルコールが、肝臓の働きを邪魔するので脂肪酸を溜め込んでしまいますが、運動をすると肝臓を活性化させるので、脂肪酸をエネルギーとして消費することができるからです。シドニー大学では、イギリスの健康統計を使って、酒の悪影響は運動でカバーできるかという問題について調査を行いました。具体的には、40代以上の男女36,370人のデータを使って、日常的なアルコールとエクササイズの量の関係をチェックしたところ、運動をしないでお酒を飲んでる人は、たとえ適度なお酒しか飲まなくても、早死にの確率は 16% も上がり、またがんの発症リスクは 47% も上がります。さらに、運動をせずに深酒をすると、がんの発症リスクは 87% ほど上がるようですが、逆に、水泳とかエアロビクスといった適度な運動を週に150分やっている場合は、ほとんどの死亡リスクは相殺できるそうです。もちろんお酒は 30g のアルコール量を守って飲むのが一番ですが、それより多い量のお酒を飲む場合は、1日20分から30分の運動を週5以上行うと相殺できそうです。なんか希望はありそうですが、それでも1日30分の運動って時間的に厳しくも感じますね。だからといって、週末に150分の運動を消費できるとも思えませんし。さすがにそこまでは個人の力によるところだから、こちらからは何とも言えないわ。それにさっき、あなたはお酒を人間関係のために飲まなくてはいけない状況もあると言ったわね。おそらく多くの人が、お酒は本当に人間関係を円滑にするのかという疑問を持っていると思うわ。そこで、グラスゴー大学の心理学者たちは、面白い実験を行ったの。まず彼らは、
大学内に何か所かあるバーに出向き、酔っ払った様々な男女の学生たちに顔写真を見せ、1点から7点の範囲で点数をつけてもらったところ、バーで飲む酒の量が適量の人は異性に対する評価が高い傾向にありました。また、お酒を飲んでいる女性は、全くお酒を飲んでいない女性より、男性の顔写真を魅力的だと評価しました。さらに男女を入れ替えた場合でも結果は同じになり、相手に魅力を感じることは、親密な関係を築く第一歩ということを考慮しても、酒が人間関係の促進剤であることを物語っているとも言えます。ただ真面目な話で、強制的に飲まないといけないほどメリットのある飲み物でもないので、まあお酒を飲むくらいならお茶を飲んだ方が何倍も健康にいいのは変わりません。とりあえず、お酒について言えることは、飲まなくていいなら飲む必要は全くないし、飲みたいなら適量を守らないと、デメリットが割とでかいってことですかね。そうね。お酒を飲む人も飲まない人も、楽しく生活ができればそれでいいと思いますけどね。はい、というわけで今回は、この辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。他にもベルマークを押すと、最新の動画などを見逃さずに済むので、ぜひご利用ください。